じゃあお久しぶりです。はい、お久しぶりです。いつぶりか分かりませんけど、5年で聞かないかもしれないですね。これ限定車なんですかね。限定っていう扱いではしてないけども、生産台数はまあメーカーは月300台って言うてはるから、購入者がそれを上回ったら抽選販売になって、最初こんなに売れると思ってなかったのもあると思いますけど、8倍月300台に対して初っ端のオーダーで2400台申し込むと言ってたからまあ嬉しい悲鳴ですよねそれね今の本田さんにしては。でももう明らかにプレリュードと言われれば昔の先代を思い出しますけど、この花付きのこのラインはなんか若干残ってるかなっていうか、少しテイストは確かに残ってるなっていうのもありますし、あと幅がでかい。幅はでかすぎる。本当にでかい。これ大体この大黒の白枠に収まったら1860ぐらいなんですよ。全く収まってない。現行のタイプ R が1890でプレリュードが1880なんで、横幅の寸法はほぼ一緒っていう感覚で思ったらいいかな。ほぼ一緒ですねまあとはいえこのヘッドライトあたりもだいぶなんか新しい感じじゃないですか。あんま見たことない、最初見た時はねちょっとプリウス感あるけどでもまあ今の現代っぽいデザインで、今時って感じ。今時ですね。ちょっとデイライトとかもベゼルみたいな。ここですか。これですか、これ光らせるデザインは明るい。こういう感じなんだ。内側がハイビーム。いいっすね。ありがとうございます。これは明るいわ。なんかちょっとこのラインが入ってるんですね。いやいいじゃないですか。ヘッドライトかっこいい。あとエンジンのかかりがマジで静かあとここがね今回のプレリュードのおすすめというか、車外とインテリアにも青いアクセントが入ってるね。入ってますね。これもシールだから剥がそうと思えば剥がせるねこれはねアイデンティティとして置いときたいところと、あとはこの辺のリップが若干ついてるかな。純正のオプションやけど車外っぽい攻めたデザイン。いや全然車外かと思いましたこれはモデューロアクセスかっこよ。最近の車ってもう純正オプションのエアロの精度がいいんであんまり車外いらないかなっていう感じもしますよね。正直車のデザインが上がってもってるから、あんまりなんかゴテゴテした外装パーツもいらないかなって感じ。昔の車って外装のねなんかパーツをつける前提でみたいなとこありましたけどあとはこの辺のブレーキ類とかもかなりでかいものに変わりましたね。これはね。でローターも350倍のブレンボ4ポットでか。多分ですけど FL5 のタイプ R と一緒なんじゃないかな。一緒ってはまあメーカーは公表してるかな。あの車よりね確かこっちが1460ぐらいで FL5 が1430。こっちの方が重いんだ。ハイブリッドシステムが乗っちゃってる分、まあ致し方なくって感じですね。だけど30キロしか変わらへんのやっていう感じもする。ハイブリッド重たいのにそんなもんなんやって。ちょっとしたアシストじゃないじゃないですか。結構強めのアシストを入れてその車重で抑えられてるのがすごいなって。しかも2モーターなんで。そっか。そう考えたらだいぶ軽い。デュアルモーター。あとこのプレリュードねちょっとこのロゴも入ってかっこいいしなんか専用のねシビックは入れないけどこっちには入れてくるというこのおしゃれさもありますし、あとこのホイールもね確かこれベルリナブラックなんですよね。これベルリナブラック NA1 の NSX の黒、一緒ですよねこれね。であとここなんかステッカー貼ってるということで、全然違和感なくて、ちょっとしたおしゃれを入れてみようということで、ガンメタのラッピングシートをここのデザインっていうかな、スポーツ部分だけ型取りしてその型を作って家持って帰って40枚適宜して40枚自分でやったから、ステッカー代だけっていうことで、あとこれダウンサスが入ってるんですね。ダウンサスは RSR さんが出したんで、これを最初に見てるからこれ以上高いと違和感があるぐらいで、タイヤももう2354019、でかいそして40扁平なんでやっぱり乗り心地はソフトっぽいですね。ボヨンボヨンもしないしガッチガチもしないし、電子ダンパーなんでいろいろいじるだけで原生圧が変わる感じですね。ちょっと面白そうやっぱり。あとこれちゃんと開いてるんですね。ここもそう開いてて、なんか最近のホンダのこのまた特徴なのか、これ純正じゃなくて、純正じゃないですかこれ九州のカラーコンセプトさんっていうとこが FL5 のパーツ結構出してるメーカーさんで、プレリュードのダクトも速攻販売されてたんで、そうなんですね。そうなんです。全然分からなかったです。あとやっぱいいのこのフェンダーがだいぶ低いっすね。厚みないじゃないですかあんまり。今の車ってやっぱりここのフェンダーの分厚さが結構ありますけど、かなり薄く作られてるんで、そこねスポーツカーらしいし、あとやっぱ僕何回も言うんですけどここが一番かっこいいこれね、ここがねドアまでちゃんとえぐってあるんですよね。この辺から見た時のシルエットが造形美というか、なんか風がこう入ってきたタイヤハウスの空気がこう流れてきて、最後ここで跳ね返されて下もダウンフォースを得るように
結構出てますもんね、うん、これ多分ね普通に車知らない人蹴りますよでしょうね。グー1個分ぐらいありますからね。あそこのダクトも、はい、雨上がりとか乗ってるとダクトの後ろもめちゃくちゃ枯葉の破片とかドロドロめっちゃなってるから、でしょうね、効果すごいあるんやな、うん、やっぱちょっと走ってもやっぱここ、ね、汚れてるんで、洗ってきていただいた上でここもう砂溜まってますからねかっこいいな。ミラーも黒のオプション、ミラーも純正、はい、ホンダアクセスが入って、レンズが無限のブルーミラー、ワイドミラー、あとはこの屋根もこのプレスが入ったんですね今、うん、結構深い。国産では珍しくてここのルーフモールがない。あ、ない。本当だ。国産は珍しいみたいですねこれ。あとこれにはサンルーフはつけられないのかな。サンルーフはもうあとこれそうこのドアもここ近づくだけじゃ無理なんですか。近づくと開くけど、はい、まあ今日ちょっと収録あるからオフにしてるけど、ありがとうございます。離れて帰ってきたら勝手にこんな感じでボン。ああいいですね。じゃあこれ結構持ちやすい。持ちやすいよ。これいいですね。ていうかドアの閉まりの剛性高っこれ。で音も結構高級車。ベンじゃないですねこれはね聞いてもらわないと分かんないかもしれないですけど、結構ね多分密閉がいいんだろうな。ここのねゴムがめちゃくちゃいいと思います、新車だからすげえ柔らかいちゃんと柔らかい。そうあとこれ車自体が外装がまず何色でしたっけこれ。ムーンリットホワイトパールっていうプレリュードでできた新色で、月明かりをイメージした真っ白じゃなくてシルバーグレーがちょっと入ったような、どちらかというとグレーっぽい、てかメタリックが結構きついいい色、今までのホンダにないというか、なんか夜に街灯の下とかで見るとなんか白に見えないみたいな。そうですね。であとこの後ろもこれ前後通しホイールなのかな、235なのかな。2354019だ。 FF ではやっぱりフロントが太かったり細かったりするんですけど、ローテーションはいろいろできそうなんででホイールは 8.5J なんですけど、いろいろ見てたらコンチネンタルは引っ張り気味でタイヤ作ってるみたいで、確かに。だって8班で235なのにまあまあなんかこう引っ張ってるんでラウンドしてるように見えますもんね。であと足はフロントスラットのリアマルチリンクっていうことで、よくあるシビックの FL5 と同じって感じなんですね。でパワートレインが FL4 と一緒、それぞれ一緒って言っても足回りもパワートレインもプレリュードのようにチューニングはしてるでしょうけど、ベースが一緒。ベースは一緒ってことですね。だからなんか土屋さんとかも言ってましたけど、めちゃめちゃ乗り心地違うらしいですね、もちろんダンパー自体のセットも全然違うと思いますけど、結構しっとりしてるみたいな話はしてますもんね。あとこの下のここも一応あれなんですか、オプション純正バンパーの上にラッピング。そういうことですね。サイドステップも一本線はラッピング、一本線が入っていると。これのおかげか車外のやつが1個こうふわっとこうフラップみたいにつけてるのかなと思うぐらいね。だってもうここも青ライン入ってるし、ちょっとディフューザー形状になってますし、ここは絶対貼った方がかっこいい気がしますし、あと下も結構ホンダにしてはフラットになった気がします。一回リフト上がってるところ見たんですけど、もうほとんどカバーついててハイブリッドだなって感じはします。昔のホンダに比べると天と地の差ですねこれはあとこの後ろのねデザインがね割と僕好きかもしれないですね、一本地のテールになって、ホンダのマークもこの今新しい方じゃないですか。新しいねマークじゃなくて H だけ大文字、あとこのプレリュードのね文字もかっこいい、つい昔走ってた人が欲しくなる気持ちは分かります。これはあとこれトランク見ていいですか。これトランクどうなんだろう。意外に広いか広すぎ、結構何でも詰めるんじゃないですかこれは椅子は後ろまあまあなんかここから見ると広そうに見えるんですけど、やっぱり頭が若干あれなんですかね、狭い。シーピラーの張り出しがやっぱ出てる分まっすぐは座れないかなって感じ、ちょっとなんか首を傾けてそうですねは乗れるけど、もうこっから見ただけでも相当絞り込まれてますからねそっか、でも座れなくはないし、座れなくはない。ここを倒せばなんかゴルフバッグも余裕で乗るみたいなこともね、なんかいろいろ聞いてましたし、ゴルフバッグ2個乗れるみたいですよ。昔のホンダ乗りからするとこの辺が弱いイメージですけど、めちゃくちゃ強そうになりましたねこの辺も。まあ確かにそのルーフモールがなくなった件も踏まえて、そうですね、溶接技術というかな、そうなんですちゃんと出来上がったみたいな。昔だったらもうシールだらけで、そこが割れたら中水だらけになっちゃうっていうインテ乗りあるあるだったんですけど、めちゃくちゃ強そうになりましたねこれは。あとやっぱねここの落ち方がやっぱかっこいいですね。明らかにスポーツカーな見た目なんで、そうあと横から見るとここのフロントの立ち上がりは若干 Z っぽいなっていう感じはしますが、これで新車価格が615万ぐらいからスタートなんですかね。でカラーの有料色つけたらプラス入って、あとは諸経費うんたらかんたらとか、オプション何つけますかとか、メンテナンスパックつけますかとか、込み込み700ぐらい。この車は701万結構いい感じの金額になりましたね。じゃあちょっと中見せていただくと、
よっ。さあ内装もだいぶ高級感ありますし、これいいっすね。これねのカーテッシュランプ。自己満足やけど。いやいやいや、でもこれもオプションですか？オプションで。これはつけたいな。内装色も黒かこの白ブルー。ステッチは何しても青なんで、白ベースか黒ベースか。でも黒の内装はボディ色白でしか選べない。あ、選べないですか？じゃあ赤とかでやったら選べない。でも僕が買うんだったら白かな。これはかっこいい。こういう汚くなりがちなところは、あえて紺になってるじゃないですか。まあ真っ白じゃない。そうなんです。それがまたねいいなっていうか、選びやすいじゃないですか。この正直めちゃくちゃ悩みましたけどね。白内装汚れるやろなと思ったんですけど、プレリュードのカタログ見た時に、白内装めっちゃかっこいいってなって、ここで白内装を妥協したら後々になってやっぱ白にしたらよかったって後悔するんやったら、いやもう白買っとこう。内装が黒だとちょっと地味かなっていう感じはあるんで、まあスポーツ感はありますけどね、おしゃれに乗る車でもあるんで白内装いいのかなっていうのと、で足元広くないですかこの車。どう？足元絶対広いですこれは。でこれは確かBOSEのオプションもつけられるんですよね、スピーカーは。いやもう標準です。標準なんですかこれ。つけといてよって感じですね、ここにねBOSEね。でもね、ピラーのツイーターのとこにエンブレム。あったいた。遮音性も相まってオーディオの質がもう純正やけど十分なんで、十分でさらに多分デッドニングしたら化けるんで、これ化ける。あとここもねちゃんとプレリュードのロゴも入ってるし、シートもなんか質感いいですね。運転席側となんか助手席が高さが違うとか硬さが違うとか、サポートの高さ変えて、助手席側は乗り降りしやすいように低くして、こっちはドライビング用にちょっと高くして、そうですね。ちょっと座っていいですか。はい。シートの乗り心地めちゃくちゃいいこれ。ふかふかだこれ。でもこれは確かに乗ってて1880の車って感じはしないですけどね。そうですね。なんか狭い住宅地とかじゃない限り、普通の道走ってる感じ、あんまり車幅は意外と感じない。そうですね。もっと広く感じる車ってあるじゃないですか。なんか先が遠くてみたいな。お尻は出てますけどまだ気にならないかなっていう。あとなんか新しい素材なのか、革やなんていうんかな、革は革やけど、あとこの辺もちょっとシビックのね、この金網と同じような形状になってて、あとこっちも多分 FL5 とかとほぼ一緒のナビ、ベースのシルエットというか、造形はほぼ一緒引っ張ってきてるんで。あとこの辺もこれは FL いないんじゃないかな。 SOS とかアシスタントの連絡のやつとか。わかりました。後ろのピラーの落ち方めっちゃすごいわこれ。じゃあちょっとこれエンジンかけていいですか、これ。オープニングがかっこいい。これなんか今モードはこれが GT。 今 GT は言うたらノーマルモード、下げるとコンフォート、エコモードみたいな。燃費重視で上2つに行くとスポーツ。もうスポーツにしてもまだハイブリッドのパワーになってるんですね。回転数じゃないですか。そうなんですよ。そこで S プラスを押すと S プラス押すとタコメーター。スポーツモードにしろ GT モードにしろ、コンフォートモードにしろ選べれるんで、モードが6個あるみたいな。3×2 みたいな。こういうとこもねやっぱするかっこいいですよね。走るぞっていうね演出もあるし、あとここもちゃんと刺繍というね、洒落てるんですね。いや洒落てますよ。この車はどちらかというと助手席に乗ってる方がこの高級感は感じそうですよね。この辺でこの車を開発してる時にプレリュードの名前は後付けなんですよね確か。これ今もうエンジンかかんないですよね多分。かからない。強制充電でエンジン始動させるのはできるらしいですよ。そういうことです。ただ空ぶかしみたいなのはできないと、全く何もできないですもんね。この辺ってどうなってるんですか。 P はもうこれ押せば P、 これそれリバースは手前に引く。引くんだ。でちゃんとしたシフトノブみたいな押し方にはなってる。ちゃんと N もあるし、これが D でサイドはもう今時のこれ電子バージョン。でもこれはいろいろとやるよりは多分純正でめちゃくちゃ楽しいんだろうなと思って、ちょっとエンジン見せてもらっていいですかこれ。2リッター NA のダブルモーターだから FL5 がターボを抜いてモーターにしましたよってぐらいですよね。もう言ってしまうっていう感じかな。中身は FL4、ベースは一緒みたいな。めちゃくちゃ綺麗イメージ。さすがに4000キロは綺麗。FL と変わらないのはこのフェンダーのこの作り方、骨格自体は手前にあるけどフェンダーでこう外に出してる形状は一緒ですね。であとはもうストラットがもうだいぶ強くなりましたね。もう見た目からして強い。あとバッテリーもね小型ですね。思ってるよりちっちゃかった、ハイブリッドの割にちっちゃいんやって驚きがあって、断熱とのカバー入れてくれてるのは嬉しいポイントが、だから外車っぽいですねこの辺は。で吸気はどっからしてんだ。ここ両方両方あるんですか。この間バンパー外したんでちょっと中見とったんですけど、ダクトこの辺まで全部あるんで、ここ吸ったやつが全部こういうルートで行くイメージ。でボンネット側にもガイドついてるんで、ここにちゃんと密着して、跡ついてるんで、でここに全部入る。
エアクリボックスみたいなめちゃめちゃちっちゃいですねこれ、ホンダさんの吸気が一番最強と言われてるんで変えない方がいいと。エンジン自体はやっぱターボがないんでこの辺はちょっと楽そうですよね、FL に比べると。楽しみ方は若干違いますけど、これはこれでまた新しい後継者でいうとやっぱ CRG なんですかね。前世は FF ハイブリッドクーペというくくりで考えたら CRG の後継だし、ホンダの YouTube でも乗り比べみたいな前出してたんで、でも一つ言えるのはもうちょっとカバー頑張ってほしかったなっていう感じはありますが、しかもふにゃふにゃのふにゃふにゃだそうなんだ。あ、本当だ。なんか柔らかいです。ゴムっぽいまあまあこんなの後付けでね、まあいろいろ出てきそうですけど、あとエンジンマウントバカでかいですねこれ。すごいですねこれタワーになってるじゃないですかこれ。すごいな。もちメカメカしい。メカメカしい。でここが多分ハイブリッドモーターの中のハイブリッドの電圧ケーブル、この辺がずっとつながってる。あとこっちにもありますね。2モーターなんで、まあ、どっかに似てるんでしょうね。どっかから出てるというまあまあちょっとこれはねぜひやっぱ走ってみないとね走るとめちゃくちゃ楽しいってみんな言うんで、絶対的な速さよりは軽快さとか、あとクッとこう曲がる感じとか、あとは静かさもありますし、タイプ R と全然キャラクターが違うんで、あっちはもうガンガンいってやるぜみたいなキャラクターやけど、こっちはもう軽快に行こうぜみたいな、そもそものねメーカーさんのターゲット層が50代、60代の。ぜひちょっと一周行きましょう。はい。こんにちは。久々ですね。久しぶりでもない。はい、11回目のマーモトニキパルネクスト2覚えてますか？一緒にやってないもんね。やってないっすね。電子 C 社なんですけど、1もやらせていただいたんですよ。水色の GT3RS の取材の時に普通に美味しすぎて1でも全部吸い切ったということで、2が出たタイミングでやらせてくださいと言ったらぜひやってくれということでちょっと紹介させていただいております。まず1と2の違いとしては、個体自体残量が分かるよね。これクリアになったんで今までは見れなかったんですよ1は。これで残量も分かるようになったし、であと前も好評だった裏にすると清潔に保てると、はい、キャップを裏向けることによって移動中も吸い口を衛生的に保てますよっていう仕様になってます。でこれのいいのは一本物だと味変えれないけど、ここのバッテリーだけ充電されていればフレーバーは自分で変えることができます。なんで例えばこれ違うフレーバーも付け替えるだけでもう好きな味に変えてますという感じです。でも重くもないしいいよね。めっちゃ軽いです。そうちっちゃいです。手で握れるぐらいでしょ。でなんと今回1はなかったけどノーマルモード、はい、と裏向けることによってブーストモードがあります。このブーストモードにするとさらに爆炎になる。爆炎で死にます、はい、普通にむせるぐらい出ます、力強くなって、ブーストモードだったら2000回吸える。で裏のノーマルモードだったら4000回吸えます。単純計算すると普通の紙タバコ吸ってる人だったらだいたい14回ぐらい吸えて20本なので、1箱で280回吸える感じ。これがカートリッジ込みで6000円ぐらい割引されます。はいはいはい。どうですか？その金額で電子タバコだったら10箱吸えるか吸えないかレベルなので、そう考えたら多分これ1月ぐらい下手したら持つレベル。いや全然いけるでしょ。だって僕結構使ってみたんですけどマジで減らない。あといいのはこれ充電の量も1より2倍になってるということで、まあだってさ電子タバコもうっとうしいのさ、毎回切れんじゃん充電。電源がなくなるんですよ。めちゃめちゃ嫌だよねこれで。クーポンもあるらしいんでそこもぜひ見てください。 20% 割引かなついてます。初回で頼む人だったら1000円ぐらい安くなるんじゃないですかね。でかいですね、はい、でまあこれだけあるんですけど11種類。個人的にはねタバコ吸ってない僕からするとレモンとかは美味しいかなと。あとはコーラも美味しい。タバコとかシーシャのイメージになると匂いがついたりとかなんか喉にずっと停留してるイメージあるんですけど、意外にそんなことなく吸えます。まあなんせこういう電子タバコとの違いは匂いがつかない、間違いないです、もっと甘ったるい匂いが部屋にこもるかなと思ったら全然匂わないんで。なんだかんだ車に匂いとか残るんですよね。残るよね。なんとも言えない電子タバコ臭。吸ってない人からすると結構気になる匂いだと思うんですよ、カートリッジも2個入りで4980円で、初回だったら 20% オフのクーポンも使えるのでかなり安いのかなと。いや2個入りで約8000回吸えるって考えたら相当コスパいいと思います、せっかくなんでね。そこに喫煙室あるんでちゃんと行きましょうか。はい、はい、これが今ノーマルです。ウルトラハードメンソール行ってみよう。それノーマルだよね。そこノーマルです。結構出るね。結構出るっす。ちょっと待って、はい、これは来るわ。結構来る。これはやっぱタバコ吸ってるじゃないとうってなったもん今。なんなら電子タバコよりメンソールが強くない？いや強いです。全然電子タバコ強いです。めちゃくちゃ強いよこれ。でこれが吸える人が試されるブーストモード、はい、ちょっとブーストでやってみて。それ結構きついよ。メンソールはこうなります。それ仕込み。いや次ちょっと待って次。じゃあ甘い系ちょっとやってみて。
コーラですコーラね泣いてる。美味しい美味しいし喉に引っかかりがない。でもタバコ吸ってる人からしたらちょっとちょっとまあ若甘めかな干物足りないかなって感じですね。結構出るな。残らない。すぐ消えていくから。うまいコンボ技はメンソール吸った後に2回目コーラとか吸うと、ちょっとメンソール効いたコーラになると思います。なるほどね。メンソールコーラ。僕個人的にはノーマルで吸うのをおすすめします。じゃあちょっとランキング付けしてみましょうか。吸ってみてどれが良かった一番。タバコ吸ってる私からすると、ウルトラハードメンソールが一番吸い応えはあって清涼感も強い。箱で言うとどれだ。吸う人だったらこうなるよねってちょっと分かってたけどこんな感じね。ですね。はい。じゃあいつも C 社ぐらいしか吸わない人からするとこうなっちゃう。ランキング的にはですね。ツイートレモン清涼感あるし、アップルもやっぱりこうちょっと甘い感じもするし、コーラ、これで結構喉越しもあるしいいなと思いました。お菓子感覚でここら辺は吸える感じですね。そうだね。お菓子系とあとは本当にタバコやめたいなって人はやっぱこっちの方が強烈にやめられやすいかなと思いますし、じゃあまあもちにきも、はい、今後これ試して使ってみてね。使います本当に使うだろ。はいよし回収回収、はい、回収。俺のタバコ代が浮いたこれマジ全然俺メンソールずっと吸ってられそうだなと。これ今何モードですか。これ今 GT 言うたらノーマルモードのじゃあこれがデフォルトデフォルトで、でダウンサスが入ってるからちょっと足肩いかないぐらいですね。いや意外とショップのビフォーアフターやと変わってるかな分からんなって感じあんま変わんないあんまり静かっすとりあえずタイヤのおかげもあり多分めちゃくちゃ静か、ホイールもノイズリデューションホイールっていうやつがついてるんで、じゃあちょっとだいぶ静か。てかボディ合成すごいな絶対。純正でこれなんで、なんかボディがまず硬い。ブレーキもめちゃめちゃいい。いやでも CRG より止まんないですよ本当ですかあの CRG がおかしいだけなんで。あれはね、パッドもねあんまり食わなくしてあると思いますけど、これ普通にしてると CVT みたいな動きするんですねミッション、S プラス入ると有段変速みたいな制御に入ってくるんで、このモードで今パドルをやってもあんま変わらない回生ブレーキが入るだけで、そのシフトの変速シフトみたいなのは変速じゃないんだ、本当だ。変速を楽しみたいときはもう S プラスを押すしかないんで、車が静かすぎていやスピードが分かんないですそうスピードも分かんないしロードノイズがもうダイレクトに入ってくるからねだから高速の合流とかもこんだけスムーズにスーッといっちゃうと、何キロ出てるか分かんないし、あとA ピラーのこの細さがいいっすね。ここは FL と似たような感じがあります。これをもっと柔らかくするとこれコンフォートですね。コンフォートでちょっと当たり柔らかいかな。柔らかい飛び越えた後がふわふわとほわほわってなります。ちょっとエアサステイストこれをスポーツにしてこれあれだな、めちゃめちゃセンターに寄せてくるなこれで S プラスにすると有段変速っぽい。有段変速8速なんだ。でこれエンジン一応ちゃんと回るんだ。そうなんですよ。変速に入るともう EV じゃなくなって EV はもうないんですね。多分今やってくれてないですもんね。 EV 入ってない。入ってないです。エンジン回ってます。そういうことか。 EV を使いながらエンジンっていうよりかはもうこのモードにすると完全にエンジンだけで走っちゃうんですね。たまに EV モードになったような気もするけど出してないですもんね。出してない、メーカーが公表自体がやってないんで。シュートダンス、いや早いんじゃないですか十分全然ね、高速道路とか街中を流す分にはもう、気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいい。軽快に行くんで、めっちゃ速く走りたいっていう車よりはなんかもう軽快に走れますね。あと熊原さんが言うこと分かります。ブレーキ効かないっていうよりかは踏まないと効かない。
めっちゃコントロール性がいい、なんかポルシェみたいなブレーキですね。なんかポルシェもこんな感じなんですよ、はいはい。なんかめちゃめちゃ効くとか言いますけど、正直踏まないと全く効かないんで。最初のタッチはもう弱いというか、は柔らかいというか。そうですね、あえてそういうテイストにしてるのか。でも FL もこんな感じなんですよ。はいはい。パッドは違うかもしれないですけど、ペダル踏んだ時のこの硬さというか、その感触は一緒ですね。言ってしまえば踏んだ踏みしろに対して比例して効いていくみたいな。今の車ってもう最初から言わずブワーってめっちゃ怒るじゃないですか、はいはい。グンってこう効く感じなんで、カックンされるよりはいや全然扱いやすい。と思ますよ、あとはパッドでコントロールしてもらえれば全然使えますよ。いやでもホンダうまいな。これはなんかタイプ R はどうぞ走る人買ってくださいでこの気持ちよく流したい車が今までちょっとホンダなくなっちゃってたんで、はいはい。そこにはちょうどいいんじゃないですかね乗り心地めちゃくちゃいいこれ。結構ね YouTube でプロドライバーさんも試乗して言うてますけど、あんまり悪いこと言うてはないですね。そうですね、仕事上かもしれないですけど。いやなんかでもホンダメーカーの人以外でもそういうフィーリングって言ってるんで、変わらない答えなんじゃないかなと思いますけどね。高速移動したら寝ちゃうなこれ快適すぎて。で坊主で楽しめるじゃないですか。でシートヒーターもついてるし、でナビも快適だし、でカープレートもついてるんですよ。アンドロイドとかカープレイが十分っすね。この辺なんかいじれるんですか。それは今のパワーがどっちに振ってるか EV してますよ、充電してますよとか。これ今充電してて、踏むとちょっとどっちもか、どっちも使ってるとか。いやでもスポーツでこの乗り心地だったらずっとスポーツでも悪くはない。で GT にしても、そうか GT にしても S プラスを入れておけばギアはそのままで使えると。キープしたまま。よくやりましたよねこれ。CVT なのによくこんな段付きあるような感じやりますよねだいぶメーカーは頑張ったんでしょうね。ほぼほぼこれにお金かかってんじゃないかと思うぐらい。あとホンダにしてはこのパドルシフトがね気持ちいい。ちょっと薄めで、多分これアルミじゃないですか。アルミですねこれ。あとハンドルも純正がいいっすねこれ良くないですかこれ。十分ですよ。しっとりしてるし T 型、しかも T 型なんでね T シェイプだし。でも純正ができすぎてチューニングメーカーとかは困ってると思いますよ。もうやることがないっていうか。やることがない一歩開発しようと思っても純正のデザインがもうかっこいいから、付け足した感がどうしても出ちゃうというか、これはすごい。個人的にこの車外装はダックテール出たらそれつけたいなぐらいで。そうですね。もうそれで僕も思いますね。この電子ダンパーを楽しむためにバネだけでいいかもしれないですねこれは。もう最近の車純正ダンパーの出来が良すぎて本当にチューニングショップ泣かせでもパーツは結構出そうな気がしますし、FL と結構共通で開発しやすい面もあるかもしれないですね。足回りは結構大手のメーカーさん、有名なメーカーさんもだいぶデモ感入ってるんで、もうそうなんですね。定番のスプーンも開発してるし、ブリッツもデモ感入ったし、チェイズレーシングも入ったし、じゃあやる気満々の関西関東どっちもホンダ系のメーカーさんは結構もうデモ感入れてるんで、これはやりがいあるんじゃないですかね。エンジンもまだまだ許容はありそうですし、モーター自身はねあんま強くできないかもしれないですけど、足 SD とかいらない2リッターで140馬力のレベルなんで、どっかのメーカーで ECU 出してその辺の馬力上げるとかは出るかもしれないですね。 ECU は全然できそうですね。ミッション面白い。ちゃんとカクンってなるんですねこれこれ3とかでしょ。知らずに乗ったらCVT なんてなっちゃいますもん。分かんないですよねこれ。これを FL5 からプレリュードに乗り換えどうですかっていうとなんかちょっと違うんですけど、キャラクターが違いすぎて、EV を乗ってた人がこれもありかなって言われたらめちゃくちゃありな気がします。はいはい。十分ですね。モーターの介入が入るとやっぱすごいですね。そうですね。スーッと伸びてトルクがすごい。明らかにトルクがスーッときます。いややることないな。なんだろうなんだろう。これはこれでまた面白い。ベースが仕上がってるんで、オーディオを極めたい人はデッドニングやったら、もっとバケでオーディオは楽しめそうですもんね。そうですね。さらにこれオプションじゃないっていうのが一番驚きでする。
最初からもうこういうところはもうデフォルトで標準にしたかったんでしょうね。あとさっきの話でエイムゲーム、もうエアサス入れてるんでもなんか開発してて、オートサロンかな、なんかあれに間に合わせようみたいな感じで今やってるみたいです。あとこのプレリュードもうちょっと空張り増やしてほしいですね。今多分4種類じゃないですか。 US は青が、いいじゃないですか。FL5 の青が北米仕様には出てるんですね。なんで日本の会社寂しい。なんか本当いろんな色があったらもっとかっこよくできるなと思って、基本白が一番かっこいいんですけど、なんかおしゃれにちょっとね濃い青とか、濃いグリーン系もなんかあれば好きな人いそうだなと思って。台数と価格的にメーカーも出さないんでしょうね。まあそうっすね。向こうも商売してるんで、それもあると思います。そんな売れるはずじゃなかったからっていうのもあると思いますしそれにしてもこれ乗り味めちゃくちゃいいな。ホンダに乗ってる感じあんましないですね。ちょっとレクサスっぽいっす。なんか上質な感じ。あと車内も静かだし、で今これ GT でこの乗り心地で、あとコンフォートだとほんとこれめちゃくちゃいいんじゃないかな。これ自動追従もねついてるし、今時ですよもうついてる装備が今時だし、やっぱこういう車が受けるんだろうな最終。アクセル上ダブルするとちゃんとエンジン結構回る。これでも CRG より速いんじゃないですか。まあ全然速いですよね多分。IMA から EHEV からの進化がすごいですね。そうですよね。でもあれすぐバッテリーなくなってましたもんね。これ今ちょっと振っても1個なくなったかなくなってないかぐらいですね。これはこれでまた新しい世界で、そのエンジンのレスポンスというかなは NSX より上らしいみたいなことは言ってました。回転6000縛りにはなってますけど、結構エンジンの吹き上がりは軽いですね。そこら辺はホンダ感ちゃんと残ってるしいいですね。すごい。オートブリップにしてるでしょ。意味わかんないでしょ。意味わかんないですね。意味わかんないけどショックがそんなないんで勝手にやっといてくれたらやってくれたで気持ちいいこれですよねこれねいや面白いですよこれはこれで。でも最後の電子音みたいなのあるじゃないですか、このウォーンっていう感じ、あれも FL5 で流れる音とマジでほぼ一緒ですねこれ。だから最初はこういう電子音なんか気持ち悪いなと思ってましたけど、最近普通すぎて全然これでも違和感なくてやっぱ慣れって怖いなっていう。もうこれぐらいの速度になるとずーっと EV なんですね。ほぼ踏まなかったらもう使い分けもできるし、そうですね。ちょっとね山流したりは時は S プラスで楽しめるし、いや気持ちいいですよねこれ絶対。買い物行くだけや会社行くだけやったら、もう普通に EV で走っていけますね全然。で CRG との乗り換えたところのこの CRG の良かったところとか、こっちでちょっと欠如した部分とか CRG より圧倒的にいい部分とかありますね。両方乗ったら分かるんですけど、一長一短のとこもやっぱあって、やっぱ向こうはこっちに比べたら向こうは流すのはやっぱ楽しいかなーって感じはする。スピード出さなくても、車のキャラクター的にあっちの方が流すのは楽しいかもしれない。確かに車高もねあっちの方が多分材質が低いんじゃないですかね、あっちは。まあ、電子介入がこっちより少ない分もあるから、そうですね。もう操作してるよ感があっちがあるから、まあこっちはお利口さんですねでもねもうこれになれるともう楽すぎて楽やし、まあ、オーディオ何もせんでもいいし、ブレーキもいいしまあキャラが違いすぎるんで、あっちがいいやこっちがあかんわとかそれはなかなか言いづらいけど、金額帯的にもこの安すぎずで、安く売りすぎるとまた若い人が乗りすぎるとね、おじさんとかが乗りづらいとかもあるんでちょうどいい金額帯と台数のセレクトもちょうどいいんじゃないかなっていう。まあね、この時代にハイブリッドのクーペを出したのは国産メーカーとしては、いやすごいと思いますよ。なかなかトヨタはよくやるけど、トヨタ以外の国産メーカーあんまり見ないでしょ。ただでさえ今車業界もなかなか難しいしね、関税もとんでもないこと意外とね、トヨタ以外は意外と売り上げ悪いから今は。どうだろう、次この車がじゃあ降りますってなった時は何になるんだろうってちょっと気になりますけどね。10年後15年後どういう車が出るか、 100%EV かもしれないし、 100%EV かと思いきや意外にまたガソリン出しちゃうかもしれない、まだある可能性も全然あるしでかいな本当にパツパツなんだけど。ありがとう
りがとうございます。はいでも700万でこれだったらもう今の時代を考えると Z だって800万とかするじゃないですか。